皆さんこんにちは。今日はこういうことされたら引くとかいうことを皆さんと話したいと思います。なんかちょっと今日私鼻声じゃない？なんでこれは男女問わず、もうなんか男性だったら普通になんか恋愛対象と見れなくなるレベルのもあるし、で普通に女の子の友達だとしても、これはちょっとこういう人なんだって思ってしまうところ、点数をつけたいと思います。だから100だったらもうめっちゃ引く、もう引いてる、もういなくなってる、もう引きすぎて、で0がそこまでじゃないだからみたいな、0から100のなんか点数をつけていきたいと思います。では早速1番目がトイレの蓋を開けたまんまにする人私は小さい頃から家ではもうみんないつも閉めてる側だったんですよ。でなんとなく開けてるのがちょっと汚いみたいな感じがして、なんか流してる時に開いてるのが嫌だし、だから私の家に来た人がなんか開いたままにしてると別に引かないけど、開けたまんま派なんだみたいな風には一瞬思ってしまう。引くレベルで言うとどうだろう、60点ぐらい。そこまでは引かないけど、ちょっと見方がちょっとだけ変わるかも。私家でも絶対閉めるし、外で蓋がある系だったら絶対閉めるので、なんか清楚感が好きみたいな。で男性のことであったらちょっと直してほしいかも。そんなに別に難しい大変めんどくさいような行動でもないから、ちょっと直してくれるみたいな感じで言うかもしれない。で最近私仕事に行く時によく見るのが、たまたまなのかな、本当によく見て、車の中で普通に待機してる人、休憩してんのか何なのか分かんない、本当に毎朝毎晩いるのよ。なんかコンビニらへんとか、普通に道の横でみたいな感じで車エンジンつけたまんまいるみたいな。暑いのもあるかもしれないけど、みんな足上げてるんだけど、本当にあれ何なの？私の中ではもう車の中で足上げるのがもう信じられなくてこれだと私の点数95ぐらいまでいきます。100はやっぱりこうなんていうの、めちゃめちゃ嫌なものにセーブしたいって感じだから、100は何なのかもわからないけど、結構これは嫌かな。男女どっちも、女の子の友達連れされたらめっちゃ私キレるかも。特に私の車だったらやめてくれるみたいな。で足上げるだけではなく、本当に靴脱いでるんですよ。で本当みんなおじさんなんだけど、私のその仕事に行く時のルートの車の中で待ってる系の人たち、みんなおじさん系で、みんな靴脱いで、みんなダッシュボードとかハンドルの上に足めっちゃ上げてるんですよ。運転長いことして疲れてるのかもしれないし、足がつってんのかもしれないけど、なんか普通にドア開けて足伸ばしたらいいんじゃないとか思うし、めちゃめちゃ汚い。普通になんか運転してる時もさ、隣の車の人が足上がってるとか全然あるし、なんかカナダでもなんか日本の方が多い気がするけど、なんか日本の人とめっちゃなんか靴脱ぐ、なんか電車の中でも靴脱ぐし、いつもではないけどよく見かける。カナダでも全然いるし、たまになんかこうやって運転して隣の人見たらなんかめっちゃ足上がってるみたいな。もう本当に行儀が悪い。もう嫌だ、それめっちゃ嫌だ。95点。次は道で痰を吐く人。なんかそれもよくわからない。なんでそれをしなきゃいけないのかわからないし、男の子の友達だとしてもなんかちょっと言うかも、ちょっとそれやめてくれるみたいな汚い道であったとしても、そのこと言うとちょっと失礼だけど、なんか新宿とか渋谷らへんで汚くても痰は吐かなくていいんじゃないってすごい思うし、なんでそんなに溜まってんのとも思うから、これも90点ぐらい。女の子はさすがにやってる人は、私友達ではそんな人いないから見たことないけど、男の人は結構多いから、それをするとちょっともうなんか汚って絶対思うし、これもまた恋愛してたら全然言うと思う。やめてくれるみたいなでやめなかったらもう本当に別れてもいいレベルかもしれない。私はなんか汚いのとか迷惑とか行儀悪いのとかが一番無理なんで。次にドタキャン。ドタキャンはしょうがない時も全然あるのは分かってるしね、具合が悪くなる時もあるから全然分かるんだけど、私的にはなんかもう本当にドタキャンってしなくて、やっぱりなんかその人が時間を作ってくれてるわけだから失礼でもあるし、他の予定だから具合のことじゃなくて予定とかなんとかとか忘れてたこととかだと、なんかすごい私はそれは疑問に思う。なんで覚えてないのみたいな、なんで予定表に書いてなかったのとか、なんで忘れてたのってすごい思うから、私の中ではドタキャンはもう前日の夜みたいな、それがもう私にしてはドタキャン。それはちょっと言い過ぎか。朝とか当日だったら普通にドタキャンだけど、前の日の夜とかも
あんま好きじゃないかも。具合悪かったら全然大丈夫だけど、なんかもうしょうがないから。でもさすがにもうあと1時間で会うとか、もう向かってるのにのキャンセルは最近は全然ないけど、多分結構ブチ切れるかも。私遅刻もあんまり好きじゃないんですよ。ちょっとイラッとするのが10分ぐらいまでは待つけど、なんかそれ以上はちょっとイライラしてくるみたいな。私は基本遅刻しない派なので、それはすごい気になっちゃいます。ドタキャンは弾くレベルでは85とか、どのぐらいするかにもよるかも。いつもは時間通りで約束めっちゃ守ってるけど、今日はたまたまだったら全然弾かないけど、いつもドタキャンするタイプだったり、前もって分かってるはずなような予定を忘れてて、私にその10分前とか1時間前に教えてくるのは普通に責任ないんだなみたいな感じに思っちゃうから、ちょっと点数高くなるかも。次に、食事中に鼻を噛む。なんか私ね、友達にちょっといるんですよ。で、なんか何も言えないんだけど、正直私はすごい嫌で、その音も嫌だし、そのティッシュをここに置くのも嫌だし、なんか汚い、行儀悪い。別にトイレまで行けとは言わないけど、一番いいのはトイレに行くことなんじゃないかなと思うし、ちょっと鼻を拭くとかさ、だったらいいけど、普通に鼻水が溜まってて噛んでるみたいな、今花粉症でもあるし、風邪だったり、なんかそれだと食べてる時はやめてほしいかな。これも引くレベル80点ぐらいで、これもまた彼氏がこれをしてたら普通になんか汚いんだけどみたいな言うとも、でも彼氏で付き合ってるなら、なんでそれが嫌な私がわからないみたいな思っちゃうかもしれない。だって私と付き合うってことは私のそういうところは知ってるはずだし、嫌だね、汚いのは。で、最後に私ここに書いたのが、映画見てる時にめっちゃ喋る人。私ね、映画人と見るのがなんか結構選んじゃうんですよ、誰と見るかで。なんか一緒に見てみないとわからないけど、すごく喋ってくる人、特に映画館ですごい喋ってくる人はね、私すごく嫌なんですよ。なんか普通に見たいし、喋ってると人の迷惑になってるし、今この会話したくないしみたいな、終わった後に全然喋ればいいしとか思っちゃうので、私前にいたんですよ。暇になったらもう映画に行くみたいな、そのオプションがよく出てくる子で、本当にこの子と私映画館行きたくないってちょっと思っちゃってて、いつも違うものを提案してました家でもなんか一緒に遊んでる時に急に映画見ようってなると、私なんか喋っていたいのにって思うことが多い。なんか一緒に映画見ようっていう前提でそういう予定立ててるならいいけど、普通に2人で喋っててご飯とか食べてるのに映画見ようってなると、あ、そうなんだってちょっと思っちゃう部分がある。引いてはないけど、へーとか思っちゃう。だから私も付き合う人がめっちゃ映画中に喋ってくる派だったら、ちょっと言いにくいけどね、申し上げにくいんですが、ちょっとそれはやめてくれるって思っちゃうかも。というわけで、それで私が今週書いたやつ、これをされると引くもの、みんな人ってそれぞれじゃないですか。だからその行儀悪いのがあんまり気にならない人もいるだろうし、汚くてもいいって思う人もいるだろうけど、私も前の動画で話したように気にしすぎなタイプなので、そういうのは結構目に入っちゃうし、へえ、こんな人なんだってすごい思っちゃいます。皆さんがこうされたら引くっていうこともエピソードとかコメント欄で教えてください。こういうのは許せないみたいなこととか、ちょっとネガティブエピソードになっちゃったんですけど、こういう話もたまには面白いかなと思って作ってみました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。